皆さんこんばんは。木曜日夜8時、機動戦士ガンダムの時間です。皆様先日のドッキングライブ、どうも本当にありがとうございました。もうたくさんのね、読み切れないコメントと、びっくりするね、本当に数のスパチャが飛びましてですね、もうね、それと同説700人超えというね、いやー本当に信じられないたくさんの、ね、方に見てもらえて本当に嬉しいです。ありがとうございます。一番恩返しできるのはやっぱりこう制作をね通して楽しく皆さんに見てもらうことだと思うので、これからももっと楽しいものを届けられるように頑張っていきますので、どうかよろしくお願いします。約1年と10ヶ月ほどかかったこのね完成したコアファイター、お腹の中にね収まるまでに一度やっぱり皆さんにね世間にお披露目したいなとは思うんですけども、まだそういう機会を恵まれないので、ちょっとねどうするべきか、ちょっと考えているところなんですけども、やっぱ画面越しよりやっぱ実際目で見てもらった方がね、やっぱ心にグッとなんか来るもんがあると思うんでね。はい、またその機会ができたらすぐに報告しますのでよろしくお願いします。先日のライブのことなんですけど、2時間はね時間を持て余すだろうなって当初は思ってたんですけども、本当に語り出すとね、ここはこうやったこうやったってもうね3時間ぐらいね多分なってね、早くせえドッキングみたいな多分皆さん思ってたと思うんですけどね。いやでもね実際見てもらうとね、そりゃ語りたくなるわってね思ってもらえると思います、多分。はい、すいません。あと一周ゆっくり見てもらいます。先日のライブで明白になったことの一つといえばやっぱりね、僕あんなにね口下手な僕なんですけども、自分の作ったことに関してはね一生喋れるっていうね、これ完全にオタクってやつですよね。木工オタクっていうかものづくりオタクなんでしょうねこれ。機動戦士ガンダムボリューム18からですね37までコアファイター編が続きました。20回でコアファイター編終わりました。20回もしたんですね。A パーツはねどうなるんでしょうかね。ややこしいねところが続くんで、そんな簡単にはいかないと思うんですけど、20回ぐらいで終わってしまうと思うとなんかちょっと寂しいですね、数を数えると。ということで、ね、今回の動画はこのライブの前ですね、ドッキングライブ前に少しねやらなきゃいけないことがあったので、それをねお見せする動画になります。久しぶりに B パーツの登場です。今動かしたのが、作り直した稼働する足ですね。でこっちが B パーツ本体です。ずっと長いことねこうしてホコリと日焼け防止に、シートをかけてます。たまにはねシートから出して呼吸させた方がいいのかなとは思ってたんですけど、コアファイター作り出してからはねちょっと目に入ると気になるんで、ちょっともう見ないようにしてました。ずっと気になってたのはサイズですよ、サイズ。本当にねここにドッキングできるのかっていうね、本当に1年と10ヶ月ほど前に、確認はしたはずなんですけどね、もうそんなに経ってるとねやっぱ忘れるんですよね、本当に合ってるかどうか。けどもうね作り出したものをねもう変えられないんで、もうこれはねずっといける自分の中でいけるんだと思いながら、やってました。
まあ本当にあかんかったらね、あかんかったでまあドッキングライブに入りませんでした、ちゃんちゃんでいいかなっていう、本当そんなノリで、はい、本気で思ってました。まあね、なんとかなったんでね、はい。まあ、なんとかなったところ、はい、見てください。ってとこでね、ここにね、収まるんですけどね、本当に、果たして本当にこの時に、本当に収まるんかなって思いながら、はい、動画撮ってました。はい。まずね、この腰のアーマーを解体していきます。足の可動に邪魔にならないように、一つ一つ可動します。この脱着かつ可動を、ガンプラのボールジョイントじゃなくてね、こういうものをできたのはね、してやったりなポイントですね。ここからね、コアファイターを作る伏線はできていました。A パーツぶっ飛ばしボタンですね。家のようにね、足元から、作ってきたガンダムなんですけども、腰ぐらいまで来るとね、ちょっとここら辺はもう本当に腕が上がってきたような感じになっとったような気がします。最適だと言いますかね。綺麗にできてますよね。そしてね、今回はここのね、腰のパーツの改造がメインですね。この耐熱フィルムが入っているこの穴ですね。ここもね、伏線になってたんですよね、一応。コアファイターの機種の先端がぐっとここで刺さるように、はい、大体なんですけども、はい、してました。いや、耐熱フィルムはやばいでしょ、これ。ってことで、ここにコアファイターをね、ドッキング、乗せていくわけなんですけども、このコアファイターね、やっぱがっつり気合い入れて作りすぎて、このね、ケツ部分ですね、ここもね、まっすぐじゃなくて斜めになってるんですよね。なのでね、ここにね、合うように土台を作っていかなきゃいけないんですよ。はい。ということで、ここから土台作りからスタートです。とりあえずこのコアファイターをコアブロックにして、置いとける台を作っときました。簡単に言えばこんなようなものをガンダムの B パーツのねところに作るっていう感じですね。とりあえずコアブロックにしていきます。ライブ見てくれた方はわかると思うんですけども、このねコックピットちょっと改造したんですよ。あと後から出てくるんでお楽しみにしてください。
このような感じで、B パーツに安定して乗るように、台を作っていきます。コアファイターのお尻の部分を隅したものですね。ほんの数ミリずつ大きくしたものになってます。これで機種と尾翼の穴もできました。コアファイターをドッキングした時にしっかり固定されるように細工していきます。
少し分かりにくいんですけどもね、ちょっと勾配になっているの分かりますか？ここにコアファイターを置くと垂直に立つような勾配になっています。勾配ついてる分めんどくさいんですけどもね、ここ全く目ないとこなんで、木目がとかね言わなくていいんで、スムーズに進みます。これでねコアファイターがすっぽりはまって、こうずれないような形の土台ができました。この B パーツの方もね少し改造しなきゃいけないんで、作業しやすいように簡単な、台を作りました。足の関節の穴とコアファイター機種の穴と、いろんなラインとね、これだけ見てもね本当に、もう一個作ってって言われたらもうゾッとしますよね。コアファイターの尾翼が少し干渉してくるので、それの穴でした。機種がね入ってくる穴なんですけども、まだまだ干渉するのでね、大胆に取っていきます。
この上に乗ってくる土台の、中心の軸穴ですね、開けていきます。土台をね、ただただ固定させるじゃなくて、一点を軸にして少しね、腰をひねらせれたらいいなっていう思いでしてみたんですけども、機種のね、ちょっと穴がね、もう目いっぱいなんで、ほんの少しだけは傾くかなっていう形です。有名なね、振り向き際のビームライフルみたいなのはね、コアファイターがあるとちょっと厳しいのかなと思ってます。股関節の可動になる丸棒ですね。これもただただ長くしてやっただけなんで、余分なところをカットしてもう一回取り付けていきます。これでドッキングライブの準備は整いました。ライブでぶっつけ本番やっぱり怖かったので、ここで本当に初めてドッキングしたところをお見せしたいと思います。ではでは後半もお楽しみください。ドッキング前に一つ気になっていたものを修正しました。コックピットのシートベルトですね。マグネットシートを使ってたので、ちょっとね見た目的にも悪かったもんで、これ Amazon で 2mm の、厚みが 1mm のものを、探したもんで、それに付け替えていきます。ボンドでつけてただけなので、もう根こそぎ切り取ってね、2mm の穴を開けて埋めていきます。
やっぱり見た目すっきりしましたよね。もう磁力もね申し分ないのでね、はい、変えてよかったと思います。まあなんだかすっきりした感じになったんじゃないでしょうか。いやほんとね、誰か座らせてみたいですよね。ということで、本題のドッキングしていきます。これが初めてドッキングさせた瞬間です。やばやべえ。さすがにね声が漏れましたね。もうやばいやばいっていう感じで、
なんか本当にね、一気に高さが増してね、迫力が増すんですよね。これも実際見てもらえたらね、本当にいいんですけどね。この B パーツの腰回りと A パーツのこの、なんでしょう、腰の上の方ですか。ここのね、兼ね合い、サイズ感がね、このコアファイターが邪魔しないかなという心配はあるんですけども、まあまあまあ、乗っただけでね、本当に、ものすごい迫力になったんですよ。こうレンズでね、ちょっと本物とまた見た目がちょっと変わった感じに見えてしまうんでね、あれなんですけども、どうでしょうか、皆さん。比較するものがね、ちょっとなさすぎて、ちょっと高さ的にも分かりにくい感じなんですけど、後ろのね、R のドアですか、あれが2400やと思うんですよ。もう今、それぐらいになっている形ですね。いやー、美しいでしょ、こうして見ると。本当に合板で作ったと思えないような、はい、いい完成度に持っていけたと思ってます。では、コックピットを入れていきます。コックピットもね、スライド回転式にさせて、コアファイターの機種が B パーツをドッキングしたときは、少し下に下がるような位置を持ってこれるように、ふんどし部分にね、少し改良を加えたので、これはベストな位置に持ってこれたと思います。まだ少し窮屈ではあると思うんですけどね、こっからアムロが乗り降りはできるようなくらいまでのね、この隙間はできました。これはベストじゃないでしょうか。多分もう皆さんには見えてますよね、アムロがあそこにおるのが。どうでしょう。アクリルキャノピーをはめ込んでみます。これがね、前面のモニターになるのかなと思うんですけど、キャノピーが。どういう感じなんでしょうかね、本当は。一回入れてみます。いやー、いいでしょう。もう一つ良くないですか、こうなんかこうね、透明なアクリル越しに見るこのコックピット。いやー、いいと思います。B パーツとのドッキングいかがでしたでしょうか。もう A パーツをね、どんどん作っていくと、このね、頑張って作ったコアファイター全く見えなくなるんですけども、これはこれでありかなという感じです。これから A パーツ作りに入っていくわけなんですけども、このコアファイターを干渉せずにね、うまいこと、A パーツができるように、胴体部分のね、こう図面を描くのすごい時間かかりそうなんでね、その描いてる間にコアファイター総集編と B パーツをね、まだ総集編作ってなかったもんで、それと
今まで使ってきた道具たちの紹介とかね、そういう動画も上げながら、ちょっと少しずつ制作また続けていくんで、見届けていただけると嬉しいです。このガンダム制作完了するまでには、こんだけ YouTube 頑張っとるというか、楽しくやってるんですけども、10万人の盾をやっぱ目標にしているんで、どうかね、いいと思ったらチャンネル登録といいねとコメントもガンガンください。どうかよろしくお願いします。最後にね、身長180の僕と見比べてもらって、大体こんなもんやっていうのが、少し台には載っているんであれなんですけども、感じてもらって終わりにしたいと思います。それよりもね、太りましたね、僕。ちょっと痩せます。ちょっと痩せる僕も見てください。よろしくお願いします。絶対痩せます。ではいつかの木曜日のこの時間にまたお会いしましょう。ありがとうございました。